この動画は過去動画の再放送です。途中紹介されている別動画は現在アップされていないものもあり、リンク切れしている場合がありますが、ゆっくり再アップしていきますのでお待ちくださいね。それではご覧ください。こんにちは、斉藤直樹です。今回はブブブー、こんな絵は下手に見えます。下手な絵の共通点ということでですね、すいません、タイトル強烈ですよね。でもね、僕はいろいろな絵を見ていていつもこう思うんです。もったいないって。僕のチャンネルは添削動画も出していて、絵の添削のために作品を送ってくれる人がたくさんいます。でね、その作品全てに言えることが、もうみんな一生懸命描いているっていうこと。だからね、添削をしようと思ってその絵に真剣に向き合うと、その絵のダメな部分よりもむしろその絵の素敵な部分、思わず褒めたくなっちゃう部分がたくさん見えてきます。ですが、それと同時にね、この絵ここだけ直したらもっといい絵に見えるのに、あれこの絵もそうだな、この絵に対しても同じことが言えるなっていうもったいない共通点があるんですよ。しかもその共通点、難しいことだったらさておき、とっても簡単な意識だけで改善できちゃうポイントです。今回の動画を見ていただくことで、その下手に見える共通点を知っていただけると思います。そしてもちろんそれだけじゃなくて、どうしたらそれを解決できるのか、動画を見た後ですぐに実践できる、簡単に改善できるポイントも伝授していきたいと思います。これね、本当に簡単なポイントを押さえるだけなんですが、これを知っているかどうかだけで周りの絵師さんと差がついてしまいます。じゃあもう最初に結論言っちゃうんですけど、こんな絵は下手に見える、そのポイントが3つあります。書いてあるものが小さい、サイドが高い、背景がないです。順番にお伝えしていきますね。書いてあるものが小さい。まずね、何を置いてもこれです。下手に見えてしまう絵ってこういうのがとても多いですね。画面に対してモチーフが小さい、これにつきます。例えばこんな絵ですね。左側は女の子の可愛さ、右側は男性のかっこよさを表現しようとしたイラストなんですが、これだとね、そもそもこの絵をどれだけうまく描こうとしても下手に見えやすいんです。なぜかというと、画面に対して人物が小さく配置されてしまっているからですね。この絵をよく見せるにはですね、単純に拡大しちゃうのが一番効果的です。限界まで大きくする。いや、これめちゃくちゃ簡単な方法なんですけど、これが一番効果が高いです。絵を拡大するだけ。下手したらこれだけで十分プロレベルにうまく見える方法ですね。でもね、みんなこれやらないんですよ。だからこそですね、だからこそここはものすごく周りの人と差をつけやすいポイントです。さっき例に出した絵がありますよね。この絵を試しに限界まで大きくしたらどうなるのかやってみましょう。はい、ドン。こんな感じになります。どうですか？書き込みとかが増えたわけじゃないのに、かなり見栄えが良くなりましたよね。限界まで拡大するだけでここまで見栄えが良くなるんです。ポイントとしては、これ以上大きくできないところまで拡大するということです。例えば女の子の方は頭のてっぺんは切ってしまっています。なぜかというと、前髪も含めた表情の部分は大事な部分ですが、頭のてっぺんの部分に含まれる魅力というのがそこまでないからですね。この絵で見てほしいのはこの子の表情や仕草です。そこにあまり関係のない頭のてっぺん、それと左手は地面についていて女の子の仕草を表しているので、それがギリギリ見えるところまで拡大して、それ以外の部分はトリミングして切っちゃう、そんな考え方でトリミングしております。男性の絵も同じですね。この絵では剣を突き出すかっこよさを表現したいので、それに関係のない部分は容赦なくトリミングしてしまう。それによって見てほしい部分にスッと目が行くようになって、ここかっこいいってね、見ている人に絵の売りになる部分を見てもらいやすい絵作りになるんです。じゃあなぜみんなこれをやらないのかっていうと、捨てるのがもったいないからだと思います。せっかくね、全身描いちゃった後だったらなおのことを、せっかく足元まで描いたんだからそこまで見せたいよって思ってしまいがちなんですが、それ完全に間違ってますよ。いいですか？その考え方をしてしまうと逆に見栄えがしない絵になってしまいがちです。例えばね、全身が描かれている絵って実は超見栄えがしない絵の描き方の一つなんです。なぜ全身が入っているような絵が下手に見えやすいかっていうと、そういう絵の場合、売りになっているような絵の魅力が見えにくい、あるいは各所に散らばってしまうため、どっちかっていうと絵を見る側が減点方式で絵を見て
しまうからです。例えばね、ソシャゲなんかの立ち絵がそうなんですけど、ですね、立ち絵って皆さんよく見ると思うので、イメージでついつい立ち絵を描いてしまう人多いんですけど、立ち絵って絵が最も下手に見える描き方の一つなんですよ。皆さん、ソシャゲの絵がツイッターなんかで発表された際、よくコメントにね、ポーズが不自然、表情が硬い、なんか微妙、なんてね、そんなコメントたくさんつくの見たことないですか？中にはね、本当に下手な場合っていうのもあるかもしれませんが、多くの場合、別に描いた人が特別下手なわけじゃないです。よく見るとね、そこまで酷評することないじゃんって思える絵ばかりですね。でもなぜ立ち絵に対してそういうコメントがつきやすいのかというとですね、立ち絵という絵の見え方自体が減点方式で絵を見てしまう見え方だからです。いい部分がまず目に飛び込んでくるんじゃなくて、そもそもがつい変なところを探してしまうような、そういう絵の見せ方になっているんですよ。なぜかというと、その絵の見てほしい部分が構図によってトリミングされていないので、絵の売りになる部分が分かりづらいからです。売りが分かりづらい分、ここいいねっていうところよりも、あれここ変じゃないっていうマイナスの部分の方がつい目に飛び込んできやすいわけなんですよね。なので、立ち絵に対して立ち絵のまま見栄えを良くするようにアドバイスをしようとすると、おそらく聞いている方は嫌になっちゃうぐらいねちっこいアドバイスになると思います。ちょっと腕が長すぎだから5ミリぐらい縮めてとか、目が上すぎるから2ミリぐらい下げてとか、顔がちょっと大きいな 10% ぐらい縮めてとか、こんな修正がソシャゲの開発現場では日常的に飛び交います。いや、そんなのプロですら嫌なんですから、絵を仕事にしていない人にね、それを求めるのってかなり酷だと思うんですよね。それにそんな力すぐにつけろっていう方が無理じゃないですか。なので、減点方式に見てしまう立ち絵は避けて、より魅力のところに目が行きやすくなるように、見せたい部分のみにフォーカスをする。引きの絵ではなくて、限界まで拡大をして、魅力のある部分による。そしてそれ以外の部分を思い切ってトリミングしちゃう。そういう見せ方をするのが絵の見栄えを一気に上げてしまう一番手っ取り早い方法なんです。彩度が高い。はい、これも非常に多いですね。彩度、つまり色の鮮やかさのことなんですが、よく使われるこの色相キューブっていうと、この端っこの部分ですね。ここが彩度が最も高くて鮮やかな色です。特にデジタルを始めたばかりの方や、あとは鮮やかで色が綺麗な色を描きたいっていう風に思っている人、色に対して敏感な方はね、この彩度が高い色をたくさん使って絵を描いてしまう場合が多いと思います。ですが、いいですか？この彩度の高い色、全然使っちゃいけないわけじゃないんですけど、あまりにも多用しすぎてしまうとどうなるのか。それはですね、料理に例えると辛くて食べられないような料理になってしまうことが多いです。彩度が高い色ってね、例えるとハバネロのようなものなんですよ。もう超辛いです。刺激強すぎ。その刺激がどのぐらい強いのかっていうと、彩度が高い青と彩度が高い赤、これを交互に数秒間点滅させただけで失神する子供が続出してしまうぐらい、そのぐらい刺激が強いものなんです。点滅させないまでもね、じっと彩度が高い色を見つめた後で他の場所に視線を移してみると、まだその色の残像が残っているぐらい、そのぐらい強烈です。なので、あまりにも彩度が高い色を見ると、人って一瞬なんだって目は惹かれはするんですけど、じっくりそれを鑑賞したいとまでは思わないものなんですよ。むしろ反射的に目をそらしてしまいます。そんな絵をね、多用して絵を描いてしまったら、じっくり鑑賞してもらえるどころか、パッと目を背けられてしまう。そんな悲しいことになってしまいますよね。でもね、じゃあ彩度が高い色を全く使っちゃいけないのかっていうと、そんなことはありません。彩度が高い色というのは、分量と使いどころを考えて適切に使用することで、すごく強力な武器にもなり得るんです。ベースカラー、アソートカラー、アクセントカラーを考える。この図を見てください。これはカラーコーディネートの現場などで使用される色の分類の仕方で、色を3つの区分、ベースカラー、アソートカラー、アクセントカラーの3つに分けて取り扱う考え方です。ベースカラーは基調色とも呼ばれていて、画面の中の 70% と最も大きな面積を持たせる色です。それに対してアソートカラーは画面の 25%。この色は従属色とも呼ばれています。簡単に言えば絵の主役になるような色ですね。例えば非属性の
のキャラを描く場合、赤い色をアソートカラーに置くことが多いです。そしてアクセントカラーは強調色とも呼ばれていて、一番小さな面積ですが最もインパクトがある色、見る人の目を最も引きつける色です。さっき彩度が高い色は使い方と分量に気をつければすごく強力な武器になり得るというお話をしましたが、まさにこの全体の 5% を占めるアクセントカラーの部分に彩度が高い色を使うことによってと目を引きつけつつも、じっと見ていてもそこまで目が痛くならないような、そんな色使いができるようになります。例えばこのイラストを見てください。このキャラは闇属性のキャラクターとして描いた僕のオリジナルキャラステラちゃんのイラストなんですが、この絵を色ごとに区分するとこんな感じになりますね。ベースカラーになる部分が肌色や背景のグレーも含めた地味な色、ここはね一番彩度が低い色の集合体です。そしてアクセントカラーは紫色ですね。これが 25% ぐらいでこの絵のイメージを決めている部分です。この絵をパッと見せて何色の絵だったって聞いた時に、紫色っぽい絵だったっていう風に答える人が多いと思いますが、まさにその印象を決めているのがアソートカラーです。で最後に目の緑色ですね。ここが最も彩度が高い色です。全体の 5% にも満たない面積ですが、見た人をおっと思わせてくれる色、それがアクセントカラーの役割です。彩度が高い色ってですね、このぐらいの分量を一滴ポチョンと垂らすだけでこのぐらいインパクトを与えられるすごく効果の高い色なんですよ。逆にこんな風に彩度が高い色の面積をめちゃくちゃ増やしてしまうと、うわってね、ちょっと目を背けてしまいたくなるような絵になってしまいます。ベースカラー、アソートカラー、アクセントカラー、その全てを意識するのはちょっと難しいよっていう方はですね、ぜひアクセントカラーの部分だけ、彩度が高い色は 5% ぐらいがちょうどいい、この考え方を基本に据えてみると、多くの人が見て心地よい、上手だなって思われやすい色使いが自然とできるようになると思います。覚えておいてくださいね。背景がない、これもね非常に多い、もったいない例の一つですね。背景がない絵です。背景が真っ白だと基本的にはパッと見た瞬間物足りないと感じてしまうというか、あれ未完成なのかなって思ってしまう。これはね理屈ではなくて感覚的にそう思ってしまうんですよね。逆に背景さえ描かれていれば、たとえその背景がめちゃくちゃうまく描かれていなかったとしても、絵のクオリティってすごく高く見えてしまうものなんですよ。これのいい例として子供の絵をコンクールに入選させる方法というのがありまして、娘が何かの絵のコンクールに応募する際、何かアドバイスを求められた時には僕は必ずこの方法を教えているので、かなり高確率で何かの賞を受賞できています。そのぐらい強力な方法なんですが、方法って言ってもね超簡単なことです。白い部分をなくすことですね。これはイラストにおいても塗り絵においても同じことなんですが、子供ってね基本的に秋っぽいものなので、ほとんどの場合塗り残しの白い部分が残ったままになっちゃうんですよ。でそれを審査しようと思って全ての絵を並べてみると、ほとんどが白い絵に埋め尽くされることになると思います。そんな中で白い部分が全くない色に溢れた絵が1枚だけあったら、それを見た人はどう思うのかっていうと、もうそれだけでね、うわこの絵上手ってね反射的に思っちゃうものなんですよ。いやーこれはねあんまり教えてしまうとうちの子が受賞できなくなってしまうので、あんまりね教えたくない方法ではあるんですけど、もしねお子さんをお持ちの方がいたらぜひアドバイスしてあげてくださいね。せっかくね応募するなら受賞できた方がテンションが上がりますからね。とこのように白い面積が残っているとそもそもクオリティが低く見られがちなので、できるなら背景をちゃんと全面描くというのが理想的ではあるんですが、そうは言ってもね面倒じゃないですか。キャラクターは描きたい、でも背景はちょっとなーっていう人がほとんどだと思うんです。そんな時に使える背景を描かずに背景を描けちゃうっていうね、そんな裏技を教えてしまいます。白背景にしよう。はい、もうね背景は白でいいです。背景は白だと下手に見えるって言ったじゃんって思いましたよね。基本的にはそうなんですが、じゃあなぜ背景が白だと下手に見えるのかっていうと、未完成に見えるからなんですよ。つまり背景が白だとしても未完成にさえ見えなければ、もっと言うと背景の白が白い空間に見えていれば、その絵は全然下手には見えないんです。ちょっとねこう聞くと難しそうに聞こえるかもしれませんが、やることはシンプルです。キャラクターに反射光を描きましょう。ちなみに反射光っ
っていうのは光源があって、それに直接照らされて明るくなる部分以外に地面や壁に光が反射して間接的にキャラクターを照らす光のことですが、未完成に見えていた白い紙の部分がキャラクターに対してこの反射光を書き加えるだけで、あら不思議、なんと白い空間になってしまうんですよ。例えばこちらのイラストは僕が描いたアズールレーンのプリンツオイゲンちゃんのイラストなんですが、このイラストもね白い背景ですよね。あれだけね背景を白にすると下手に見えるぞって言っている僕ですが、僕もね背景白いイラスト結構描きます。なんですがこのイラスト、決して下手には見えないと思うんですよ。なぜかって言ったら、一つはさっき言ったように見せたい部分以外を極力画面から切ってトリミングした構図にしてあげているということ。そして2番目に言った配色のバランスですね。これに関してはオイゲンちゃんの元の配色が秀逸なことと、あとアクセントカラーとしてですね、鮮やかなカラーパーティクルを画面手前に配置してアイキャッチにしているという部分があると思います。それと最後に何と言っても今言った反射光ですね。この絵をよく見ていただくとわかると思うんですが、こことかあとこの部分にね下からの光、反射光を描いているんですよ。これによって何が起きているのかというと、光が下の白い床に反射してここに光が当たっているんだという説明になるので、この絵をパッと見てあれ完成してなくないという印象ではなくて、この子は白い空間の中にいるんだなという印象を持ってもらえるんですよ。ちなみにこの白背景は背景がしっかり書き込まれているイラストよりもキャラクターだけをしっかり見てもらえるというメリットもあったりします。うまく使いこなせさえすればすごく強力な武器にもなり得るんですね。そしてそれをそう見せるためには、白い紙の部分を白い空間に見せるためには、今紹介した一手間、反射光を入れる、これをね意識してみてくださいね。以上が今日僕が伝えたかったことです。それと今回紹介した一つ目のコツ、限界まで大きくすると、3番目に紹介した白背景についてはですね、分かりやすい実例の動画があります。一つ目は気まぐれ添削40。こちらはですね、もともとすっごい上手だった元絵のイラストをですね拡大することによってさらに上手に感じさせて、 Twitter でバズらせるにはどうすればいいのかという観点で添削した動画でした。そして白背景についてはですね、朗報、背景を描かなくても背景は描けます。こちらの動画で詳しく解説しております。白背景以外の面倒じゃない背景の描き方についてもいくつか紹介しておりますので、背景は描きたい、でも面倒なのは嫌だという方はね、ぜひこちらもチェックしてみてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ということで再放送をお届けしました。いかがだったでしょうか？新チャンネルのチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。